チャオエリコです。今日は私のイタリアでの仕事についてお話ししたいと思います。2021年の1月に独立してもう今丸2年が経ちました。現在イタリアでは日本語教師の仕事をしています。どうして独立しようと思ったのか、あとどうやってイタリアで永住権を取得したのかなど、そちらの動画は概要欄に載せておきますので、もし興味のある方はぜひご覧ください。で、今日は独立したばかりの時と、今2年経ったんですけど、今を比べてお話ししていきたいと思います。よかったら動画最後まで見てください。結論から言うと、今の仕事は順調です。ありがたいことに、日本語教師の仕事を独立してからは全てオンラインでしています。昔語学学校に所属していた時はオンラインもあったし、学校でのレッスンもありました。でも今はやっぱオンラインが普及してから生徒さんの数もすごく増えました。まだコロナ前とかオンラインが普及してなかった時は語学学校に行って先生と直接会ってレッスンを受けたいっていう人が多かったと思うんですけど、今は逆にオンラインがいいですという問い合わせの方が多いです。本当にオンラインが普及してくれたのは大きいです。2年前と比べて今は生徒さんの人数、グループレッスンの数倍になりました。多分2年前始めたばかりの頃はグループレッスンが週に3回3つと、個人授業の生徒さんが1日に4人とかそんな感じだったと思うんですけど、今はちょっと個人授業の生徒さんを減らしていて、午前中はできるだけ動画の撮影や編集をしたいので、もう本当に夜のグループレッスンだけにしたんですけど、グループが今月曜日、火曜日は2つ、水曜日、木曜日、あと金曜日はお休みで土曜日なので今6つもあります。生徒さんの人数で言うと去年の秋が一番ピークで多分50人ぐらいいて、で今ちょっと減って45人ぐらいですね。イタリアって新しい学年が始まるのは秋からなんですよね。秋がね一番書き入れ時で、私もやっぱり秋は問い合わせ数が一番年間を通して多いです。その時にね、できるだけ多く生徒さんを取っておかないと、あとはねもうどんどん減っていくだけなんですよね。いろいろ事情があってね、やっぱ辞めていく人が絶対必ず3ヶ月ごとにいるので、それを考えてやっぱり秋には多めに生徒さんを受け入れてた方がいいなと私は思いました。で、どうやって生徒さんを集めるかっていうと、私はやっぱ SNS ですね。独立したばかりの2年前も SNS で1回宣伝しただけで100件以上の問い合わせが来たんですよ。問い合わせ数が多くても実際そこから入会してくれる人、生徒さんになってくれる人っていうのはまたね全然人数が狭くなっていくんですけど、でもそれでもやっぱり日本語コースにそれだけ興味がある人がいるっていうのはすごく大きいですよね。それだけ需要があるというか、一人でやっているので受け入れられる人数にも限界があるというか、私的にはもうマックス50人ぐらいかなと思っています。将来は誰か他の日本語教師もう雇って誰かと一緒にやるみたいなことも考えてはいるんですけど、人を雇うってなるとまた仕事の形態も変わってくるし、税金がめちゃくちゃ高いらしいんですよ。だから結構イタリアではブラックで雇ってるところが多いんですね。そんなこともあり、私はちょっといつかは誰かと一緒にやりたいなと思ってるけど、ちょっとまだちゃんと調べきれてない状態です。現在私が生計を立てている仕事は、メインはやはり日本語教師の仕事です。で、副業の YouTuber とか、最近はインスタとかでも案件とかいただくようになって、そういうインフルエンサーみたいな副業の仕事、私にとってはメインと変わらないぐらい大切な仕事だと思っていて、なぜかというと私の本業は副業に支えられているからです。やはりSNS でフォロワーさんがやっぱり10人しかいなかったら問い合わせも来ないじゃないですか。もうほんとちょっとずつしか伸びないけど、フォロワーさんを増やすようにコンテンツを配信したり、ショート動画撮ったりとか、YouTube でも動画を上げたりしてるわけですけど、やはりそこから私のことを知ってくれて、日本語も教えてるんだこの人、じゃあ日本語勉強してみたいっていうので新しい生徒さんとして入ってきてくれるっていう感じなので、多分 YouTube をやめちゃうと自分一人で独立してやる
るって言っても生徒さんなかなか増えないと思うんですよね。なので私にとっては YouTube の仕事もメインと同じぐらい大切です。独立してからいいことばかりではなく、年に 1,2 回はねこう体調を崩してしまう時期があるんですよ。年齢もあるのかもしれないけど、すごい胃痛になったりするんですけど、レッスンができないぐらい体調悪くなったりする時期があって、でいろいろね検査とかして一応そういうなんかこう胃カメラとかも異常はないんですけど、多分ストレスなんですよね。なんかジンマシンとかもブワーって足に出たりして、でそうなるとこう体調崩すとやっぱり困るのは代わりの先生がいないっていうこと。あともちろん収入は一切安定しません。もちろんボーナスもないです。将来はもう本当どうなるかわからないし、日本語の需要がいつまであるか、 YouTube いつまで続けるか、先のことは本当にわからないんですけど、私の性格で言うとあんまり先のことを考えない人で、あんまり先のこと考えすぎてこう何も動けなくなっちゃうのももったいないから、それは私の個人の意見だし私の性格ですね。イタリアで一回正社員として働いていた時期があるんですけど、そのお給料が安定していた正社員時代の経験も踏まえて、私はやっぱりこう自分の好きなことを選んで自分でやっていきたいっていう気持ちの方が強いので、いくら収入が安定してなくてもボーナスがなくても私はこっちの道を選びます。今皆さんの中で海外に移住したいなとか、こう海外でいずれ仕事したいなって思っている方もいらっしゃると思うんですけど、確かに簡単なことではないです。イタリアの場合はもういきなりイタリアに行って仕事が見つかるっていうことはまずほぼ 100% ないです。大体みんなまず学生で来て、学生ビザで来てこうね1年2年ぐらい生活していく中でアルバイトを探したりとか、やっぱりね時間もお金も最初はかかりますね。だってその学生で行くってことはやっぱり語学学校に通うとか、その学費もかかるし家賃もかかるし生活費もろもろねかかるんですけど、すぐに仕事できない、すぐに現地で稼げない。でも今ってさ、そのネットさえあればどこでも仕事ができるみたいな時代だから、とりあえずそのイタリアで学生をしている間に日本の会社とこうオンラインで働けるっていう可能性もあるわけですよね。実際私の友達もそういう人いてとか、あとなんかライブ配信とかでもお小遣い稼ぎとかできる時代じゃないですか。だから絶対不可能ではないし、私もねイタリアで独立するまでは本当に多分10年以上かかってるんですけど、でももしやりたいと思ってるならやる価値は絶対あると思います。挑戦する価値はあると思います。私がいつも言うのは、近道は日本人にしかできない仕事をやる。だってさ、イタリアでさ、イタリア人ですら仕事見つけるの難しいのに、イタリア人がライバルの仕事だったら絶対イタリア人に取られちゃう。有利じゃないですか。だから日本人にしかできない仕事だったら、ってなるとね、その職種がかなり狭まれてくるけど、雇ってもらえる可能性がぐんと高くなります。独立してから今までのこの2年間で自分がこう心がけているというか工夫していることは、やっぱり生徒さんたちは趣味でやっているので、こう必ず必要なものではないんですよね。語学のコースって安いものじゃないし、なんでこう続けてもらうための工夫が必要だなと思っていて、例えば半年に1回はこうみんなで直接会いましょうみたいな交流会みたいなオフ会をしたり、やっぱりねそれはね効果が大きいです。私も直接生徒さんに会えるのすごく嬉しいし、生徒さん同士もさ、いつもは画面越しだけどやっぱり直接会って一緒に美味しいものを食べながらこういろいろねお話しするってやっぱすごい仲が深まるんですよね。オフ会をした後のまた普段のオンラインのコースってもう全然雰囲気が違うんですよ。とか時々無料で参加できる何かイベントを企画したりしています。それも全部オンラインなんですけど、例えばスピーチ大会とか、そして渋谷と上野の公園と猫カフェに行きたいです。はい、すごいですね。私の趣味はアーチェリーで15歳の時までしましたが、今はあまり休みがないからしません。
あと読み書きテストとか、強制参加じゃなくて本当に参加したい人たちだけ集まってこうプラスアルファでこう勉強しようみたいな、ちょくちょくあると、定期的にあると多分生徒さんのモチベーションもまた上がるかなと思ってるんですけど、ただなんかね、やっぱね、他の先生の授業を見たり自分の授業を見てもらうのってすっごく大事なことだと思ってて、それがねやっぱちょっと一人だとなかなかそういう機会がないんですけど、なのでよくオンラインの授業を録画して後から見たりとかはよくしてます。はい、ということで今日も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。グラッツィエ。皆さんもしよかったら感想をコメントをしていただけると嬉しいです。あとチャンネル登録もぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.